思ったんです。それで、それが済みますと、今度は2階へ上がりまして、もう一つ階級の上のような、私は下士官だと思ったんですけども、その人が机の上に腰掛けてました。でそれに、聞かれたんですけども、済みましたとこういうふうに言いましたら、これからお前どうするんだというようなお話でした。それで、私の前に勤めておりました会社の名前を言って、そこへ勤めたいんだと、勤められるでしょうかとこう聞いてみましたら、そこの会社いい会社だから、大丈夫だと、こんな風な話で、ぐっと安心しました。その人の顔を見ますと茶色で割と日本人に似てるんですから、やっぱりこれは2世ですね。そして、相当なんか指輪をしてましたんですけど、割と大きな指輪をはめてて、少し毛むくじゃらとこう言いますか、毛深いような人に見受けられました。それでまた船へ帰ってまいりまして、済みましたというような話、をしました。しばらく経って、いよいよ下船できることになりまして、下船しましたが、その下船する時の話は前にしたと思いました。これは DDT をかけられたり、久しぶりで首まで浸かる湯に入ったり、それから湯に上がってからですか、湯が流れてて、それできれいに、すすぎが終わると、そんな風なことでした。ちょっとお話しするのを忘れましたけれども、9月14日だというのに、貨車に乗車するときに、チラチラ雪が降ってきました。私が日本から満州に着いて、入営って言いますか、兵へ着いた時が5月5日でしたけれども、その時もボタン雪が降ってまして、満州でも5月5日に雪が降り、シベリアで帰ろうと思って、そして、9月の14日に雪が降ったと。その雪の差がですね、5月5日の雪はボタン雪でしたけれども、シベリアの雪は細かくてチラチラそうたくさんではありませんでしたが、9月14日に降りました。帰りの貨物の中でどんな給与を受けたか、それはもうすっかり忘れてしまいました。どういうわけだったでしょう。いくらかは満足のできるようなものを食べられたんでしょうか。途中で、下車して、大きな浴場を通過したことは覚えています。いよいよ、この途中下車いたしまして、大きな浴場がありました。その浴場へ入ってきますと、パイプで、上からシャワーで、だーっと何百人ですかね、入れるようになってまして、シャワーを浴びるわけですが、入り口と入り口と違うわけです。ですから、体裁よく新しいっていうか、かなり着られるような衣服に取り替えるわけですけれども、今まで持ってたものは全部置かなきゃなりません。
それで、この、まあ、死んだ戦友の名簿とか、そんな風なものを持って、帰ることができませんでした。まあ、体裁のいい、この、証拠を持たせないと、そんな風な考えのように思いましたが、まあ、この、一度にこう、湯に、体を洗うことはできるということは、非常に日本の体をどっぷりつけなきゃ日本人の我慢できないという、そういうものよりはずっと、まあ、戦争については研究してあるんだなと、こんな風に思いました。それから、私はお金を持ってませんとこういうふうに言いましたけれども、確かに持ってなかったんですけれども、日本金で、まあ、百数十円は持ってたと思います。でも、いよいよこの、船に、船に乗ろうとした時でしたか、すっかりそれは持ってれば帰れないと思いまして、破いて捨ててしまいました。前に、給与について、帰りの給与についてお話ししましたけれども、我々が食べれば脱粉しなければなりません。それで、汽車が止まりますと、用弁をしろというような、そういう風な伝達がありまして、そして一斉に飛び降りて、沿線に、この脱粉するわけです。こう見てますと、すぐそばでこう、いくら捕虜でも嫌ですね。脱粉してるのを見ますと。で、私も見えるようなところでは嫌だなと思いまして、少し遠いところへ行こうと思いましたけれども、結局そこはみんなそういう場所だったらしいですね。中へ踏み込んだら最後やっぱりその出てくるのにも相当骨が折れるようなそんな風なんで、結局は近場で済ましちゃうとこんな風なことで、絶対にこの捕虜なんかにはなるもんじゃないなと、そんな風に思いましたが、まあもう少しで、日本に帰れるというので、まあ目をつぶったそんな風なわけです。この食べることについて、なぜ覚えてないのか、それが不思議でなりません。例えば日本へ帰ってきまして、この下船して、宿舎まで行く間に柿の木があったんですけど、その柿の木に赤い実がなってましたが、柿がまあ我々、ソ連におりましたら柿のようなものがあれば必ずもうなくなってるはずなんですけれども、まだ柿が10月ですから、まあこの赤いんですから、それまでは待てないくらいに取ってしまうだろうと思うんです。シベリアでしたらね、捕虜の。それが、柿がなってるのを見ましたから、日本はまだ大丈夫だなと、何にもないわけじゃないと、こんな風に、安心した。変な安心ですけれども、安心したことを覚えてます。
昭和19年の3月、このいつかは召集令状が来るだろうとこう思っておりましたけれども、いよいよ召集令状が来ました。それは私の甥がやはり召集されて、軍隊へ入営するので、お別れのこの宴会やるということで、それ行きまして、そして、しばらく話をして、帰ってきたところが召集令状が来たわけです。いよいよ僕も来たんだなと思いましたが、昭和19年ですから、もっと前、昭和10年からもう満州事変が始まっているので、当然、まあ少し僕らは遅いなと思ったんですけれども、そんな風なことでいつか来ると覚悟しておりましたが、いよいよ参りますと、実際この家族を置いて戦争に行くんですから、どうしたもんかと思うのはこれは当然だと思います。しかしもうこの生きては帰れないなと思いますので、田舎へ、私の田舎へ、お墓参りをしなきゃいけないと思いましたんで、まあ母もおりましたので、そこへ、実母です、おりましたので、そこへ、行くことになりました。そして、まあ食料の不足なところをお祝いだというので赤飯を与えてくれたんですけれども、前から取っときましたその小豆をたくさん煮いて、赤飯の中に入れるのと、あと白粉のようなものを作ってくれたわけです。かけがえのない砂糖もまあ使ったんだろうと思いますけれども、結構食べてみますと美味しかったので欲張って食べて、そして、お腹を悪くしてしまいましたが、まあ汽車に乗るまでは持ちましたので、我慢してようやっと召集令状が来たので、何とかして切符を売ってくれと、こういうふうに言って、売ってもらった切符なんですけども、それで、汽車に乗りまして、乗ったんですけれども、急にお腹が痛くなって気持ちが悪くなってしまいました。それで、田舎へ着くまでの間や、そこの、どうしてもこの我慢ができないので、便所に座ったままでいました。臭い硫化水素の匂いが口から出てくるんですね。お腹は何遍も下りましたけれども、時々こう痛みまして、止まらないんです。それで1時間半ばかり乗らなきゃなんないんですけれども、2時間半ですね、乗らなきゃなんないんですけれども、ずっとその便所にいました。そしてまあようやっと生還にたどり着いたんですけれども、すぐ帰らなければいけないのでお墓参りをして帰りましたが、家へ帰りましたらもうそれこそげっそり痩せて、しまいました。入営の時期まで遅れたら大変なんで、そればかり気にしてましたが、いよいよ入営の日になりまして、じゃあ行ってくるよって言うんですけれども、子供がですね、まだ長男が小さくて、それでもこのうさぎの本を見てまして、
そして、これはウサギだと僕に示しましてね、やっぱりそのくらいのことなんですよ。もう夢中なんですね。それが印象深く、この頭に残ってますけれども、それからじゃあっていうんで、家の前に立ちましたら、この感想の言葉を父が言うんですね。それも上の空に聞いて、では行ってまいりますって言って、学隊ですか、買ってくるぞとっていう、それに送られまして、町内を出たんですけども、不思議にその学隊をやられましたら足がクックッと上へ上がるんですね。変な格好だと思いますけれども、そんな思い出があります。それからいよいよ塀つきまして、それから営内に入るわけですけれども、父と一緒に、父の故郷だもんですから、よくその桜の連隊知ってるんですね。そこへ、森があって、その中に塀があるように見受けられました。行きます間に、広い、通路が、街路がありまして、そこで、しばらくもうこれで見納めだなと思いまして、空を見上げましたら、狩りが帰るとこでしょうかね。竿になったり、鍵になったりして飛んでいくのを見ました。それが印象的で、それをよく覚えてます。狩りがなんてね、まるで、この芝居の、わかるみたいように、父に、狩りがとこういうふうに言ったのを覚えてますが、元気でやれよということで、そのうちに、また面会に来るからね、なんて言われまして、それで別れてしまいました。それから営内入ってきますと、そこで、集合がありまして、持ってた着物、全部取り替えるわけです。で、風呂敷に包みまして、それを、前に置きまして、そして、その前に体格検査がありましたね。体格検査がありまして、そして、私は先ほどお話しいたしましたように、下痢してまして、目方測りましたら、46キロ、でした。ずいぶん痩せた兵隊だなってこう言われましたが、いやー、元気ですと空元気出しましてね。やっぱりその時に返されるっていうような言葉がよくありましたし、実際町内でももう弱兵でしょうね。相当帰った人がいるわけです。僕はどうも帰るのは嫌だなと思いましたんで、大丈夫ですと頑張りました。そして、出てきまして、着物を、洋服を取り替えて、その洋服を包みのまま置いて、いよいよ塀に入っていったわけです。塀に行きますと、この、控え所がありまして、そこで、今度入営した者がいろいろいて、世話焼きの班長、その他がいるわけです。で、帰ってきた人もいるんですね。その控室のようなところに。で、我々はこれから戦地行くんだけど、戦地の具合はどうですって言いましたらね。そしたらその兵隊が、俺はもう、兵隊が、これで、退役ですか？もう帰ってきたんだけど、満州は大したことないよとこう言うんですよね。あそこは殴ったり蹴ったりしないから、いいんじゃないかと。で、僕はどこへ連れて行かれるかわかりませんけども、今一応は安心したわけです。それが嘘でして、
嘘と言いますかね、満州へ行きましたら、殴られましたね、何回も。そして、これ、いくつだったか、もう50いくつくらいまでは数えてましたけども、それからは毎日毎日殴られましたし、どうせ殴られるのは当たり前だと思いましたんで、とうとう数えるのを忘れましたけど、どの兵隊もびっくりして、大体はこのいくつ殴られたか、それは数してたようです。そんな風にして、それは後日の話ですけれども、とにかく大きな声を出さなければ戦場ではダメだというんで、一番初めを教えられたのは、どこかへ行くという時には何々へ行ってまいります。何々は行ってまいります。こう言うわけです。名前を言って。で、これはもう、便所から帰りますと、何々、川へ行ってまいりましたということを、行き帰りに大きな声で言うわけですね。行ってまいります。行ってきました。こうね、川屋へ。で、言葉も川屋という言葉だもんですから、町にいる場合にはそんな風な言葉は、使ったことはありませんでしたので、それことを言うのは骨が折れましたし、食事の空いた桶を行って、洗うまで、そんな風なことまで全部召し上げ、なんていう風なこともこれから言ってくるというようなことを必ず大きな声で言うんですね。忘れますと、注意されます。そんな風なことで戸惑いました。それから今度は夕方になりますと、この名前を白い布に書きまして、それを縫い付けるわけです。わかりいいように。胸に。名札って言いますか、名前を。それを縫い付けるのに、なかなか、慣れませんと、今までそんなことやったことなかったもんですから、それが骨が折れましたね。何かといえば、名前を付けるわけです。名札を。帽子にもつけますし、それから全部胸にもつけますしね、そんな風なことが非常に印象に残ってますね。それから3月15日、この、いわゆる陸軍記念日です。その時にはさすがに静かでしたけれども、その晩に酒に酔って、上官に食ってかかったんですが、なんかひどくこの生意気だっていうので殴られた上等兵がいました。それは普段は実戦で一度も実戦に行ったことのある人だそうで、その弾が敵陣から飛んでくるのを、それをパッとこう身を伏せる、木一本でも土のちょっと高いところでも伏せるという、そういうふうなことがとても上手なね、この上等兵の真似をしなければいけないというような、そんなふうな話の人でしたけれども、それが酒に酔って、ちょっと上官に食ってかかったんでしょうか。ものすごくもう見てる前でめちゃめちゃに殴られました。それで我々少年兵はびっくりしてしまいましたが、内気ではそんな風にちょっとでも具合が悪ければ殴られるんだと、兵隊というのは殴られるもんだなということをその時に感じ、また満州から帰ってきたその兵隊が、いや、満州では殴りはしないよと、そんな風なことで、軍隊というのはそんな風な気配を入れっこできっと、過ごすもんだなと、こういうふうに思われました。我々はたった5日きりか内地におりませんでした。
護送士といういかめしい名前の下士官が来まして我々を連れてったんですけども、この私は体力の、この衰えたということははっきり感じました。それが入園した次の日にもう訓練が始まりまして、鉄棒でこの尻上がりをやるんですけれども、何しろ靴を履いてましたので、それから衰えたんですね。尻上がりもできない状態なんですよ。私は尻上がりというのはできないことはありませんでしたし、学校では、エビくらいはできましたんで、エビができるんですと相当エビ登りっていうのはいい方なんですね。上手な方なんですよ。それができて、そのくらいなもんですから、尻上がりはできると思いまして、そしてやってみたんですけど、全然もう足上がりません。随分体力の衰えた兵隊だなと自分では思いましたし、それから走り幅跳びのようなものをやって、走り幅跳びも私は割と得意だったもんですから、やってみましたら、いくらも飛べないとポコンと落ちてしまうんですね。踏切板もないような状態ですから、それは無理ないと思いますけども、自分の体力のないことはもう、びっくりしてしまいました。それからたくさん兵隊のいる前で、早足と言いますか、ももを上げて、歩くことを訓練しましたけども、私は十分上がってたつもりですが、この兵隊の中で一人足が上がらない奴がいるって言うんですね。それで、誰かな、そんな奴はと思ったら、それが私でした。やってみろと言われましたんで、やってみましたら、なんだひょろひょろして、また足上げろ。こんな風なことを言われました。そんな風な状態でした。入った時は。それから演習の状況を見たんですけども、景気感情を持った若い学生上がりの、兵隊が、すごい勢いで、それこそ真剣に、撃つんですね。空砲を。ものすごい音がして、すごい、迫力がありました。あのくらいやらなきゃいけないんだなと、こんな風に思って、兵隊っていうのは大変だなと、こういう風に思いました。そんな風なことで、またその次の日、過ぎまして、5日目になりましたら、例の護送士が参りまして、いよいよ我々はもう満州へ行くんだと、そんな風なことは言われました。誰かうちから面会に来てくれるのかなと思って、心の声でしたけども、これはもう5日で、この戦地へ行くわけですから、それはちょっと、勤めて父はおりましたし、迎えに来れるはずがないわけですね。それで、いよいよ戦地に行くわけです。で、銃も渡されましたし、実砲も渡されまして、それから剣も渡されまして、それを持って、そして品川まで普通の列車で行くわけです。
で、浅草を通りました。私は勤めが浅草だったもんですから、誰か知ってる人がいればいいなと思ったんです。おい、俺はこれから戦争に行くんだから、うちの方に無事でいるように言ってくれなってこう言おうと思ったんですけれども、そんな人はおりませんでした。それで、あれは秋葉原におりまして、それから、東京行きのですか、山手線に乗りまして、そして、品川まで行ったわけです。で、品川からでしばらく待ってますと、来た列車が、軍用列車でして、我々はその列車に、数十名ですね、70名ぐらいでしたか、乗ることになりました。して、乗ってしばらくはのんきでした。いやー、この学生が兵隊がテニアへ行ったとか、そこは島で、兵隊ばかりの何万とに行ってるそうだから、そういうところへ行けばのんきだろうなとか、まだテニアンが落ちるとかそんな風な話は聞いてませんでしたので、後から聞きましたら全部戦死してしまったと、こんな風な話でしたが、そんな風な話しながら、それから駅をこう通りますと、まだ